はい、今回使うのは、マスター E とジャックを採用した、怪人の舞デッキですね。怪人の舞、3コストビルジュウォータースロースペルで、ランダムな敵に2体に1ダメージというね、3コストにしては弱い効果のスキルなんですけども、デッキに怪人の歌声を生成します。で、怪人の歌声は3コストで異なるランダムな敵4体に2ダメージ。だから3コスト8点という、なかなか使い勝手のいい、ダメージスペルになりまして、生成されるからね、ちょっと手間があるんですけど、で、さらにデッキに怪人の戦術を1枚生成します。で、怪人の戦術は3コストスローで、すべての敵と敵のネクサスに4ダメージというね、3コストにしてはね、なかなか破格な効果ですね。のスペルになりまして、段階を踏んで、デッキに埋まるので、掘り起こす必要がありまして、その手間も考えて、ちょっと面白い段階構造的なスキルになってるんですけども、このデッキは、リバーシェイパーのスペルサーチや、ウージュの精霊によるスペルサーチ、で、当然、再生の数ですね。ネクサスの体力を3回復し、スペルを2枚引くというね、ここら辺のスペルサーチを使って、怪人の舞、怪人の歌声をサーチして、怪人の旋律まで繋げていくという、構造になってるんですが、このデッキの主役は、このカード、ローレンのソーダ種ですね。7コスト55で、このゲーム中にプレイしたエレメンタルのスペルの中から異なる2枚を選定する。このラウンド中、それらのコストは0になる。以前使った際に話したんですけど、選定って3枚なんですよ。で、2回選定するんですけど、異なる2枚なので、1枚目に選んだスペルは2回目の選定では出てこなくて、このゲーム中にプレイしたエレメンタルのスペルが4種類だった場合、4種類のうちからまず1回目の選定でそのうちの3枚が出てきて、2回目の選定は選んだ1枚を除く3枚、つまり4種類だった場合全部出てくるので、そのゲーム中にプレイするエレメンタルスペルを4種類に限定しておくと、確定で欲しいものを引けます。ですので、ローレンのソーダ種でゼロコストの再生の風と、ゼロコストの、できれば怪人の歌声、もしくはゼロコストの怪人の戦術を持ってきて、この津波を連打するデッキですね。になります。で、細かいユニットは、フロー達成に役立ってくれるようなユニット、あと、冒険者ですね。冒険者も、一応実質4枚採用しつつ、アグロ耐性が高まる解雇の舞台回し。これも、プレイのスキルを放ってくれるんで、フロー達成に役立ちますね。で、一応敵のスペル吐き、敵のタゲ取りですね。何も盤面出さないと弱いので、3コストで3点の、壁を張ってくれつつ、ヘルスね、シールドを貼ってくれつつ、生き残ったら一応ハンドのスペルのコスト減ってくれるんで、相性がいいマスター E と同じく、4コストで5点のね、ヘルスを持ちつつ、ストライク時にコインを生成してくれるんで、またフロー達成に役立つブラッシュじゃない、ジャックを採用してまして、なんとかフロー達成。で、このデッキね、ローレンのソーダ種まで繋がると結構確定でフロー、毎ターンフローみたいになったりするんで、竜呼びの層とかピン差しで入れても面白いかななんて思ってるんですけども、安定性下がるんで、とりあえず安定性重視のレシピにした感じ、こんな感じになります。思ったよりも割とね、スペルサーチから繋がって、怪人の歌声と再生の風使った状態でローレンのソーダ種を出すとね、怪人の戦術は結構ほぼほぼ打てるんで、割とね、怪人の舞を使いたい人にとっては面白いデッキになったかなと思います。それでは対戦動画の方へどうぞ。はい、セラフィンジン。セラフィンジン、アグロですか？ローレンいいね。再生の風 OK。持っときますか。怪人の戦術は再生の風から引けると思うんで。あと、3積みしてるから釣り気の可能性も全然あるしで。アグロか。じゃあ、回復系多めにすんどくか。で、再生の風を連打できるんで、他2、3、4かな。動いていければ、悪くないかな。1コスト。今、スキップすればよかったな。ここで、やれば2コストのユニット分のマナ、ロスさせることができたかもしれない。はい、座りの3フォーク。盤面優先するんだったらこっちか。
予測でいけ。うん、アグロっすね。セラフィーンが入ってるのはなんでだ。たまたまアグロ的な動きが今できてるだけかな。マスター E 出したいんですけど、一旦仲良しポロ、お茶濁しポロ。お茶濁しアタック。はい、密書。じゃあ、密書2枚は結構性能薄くなりましたね。イルシブ嫌った？爆薬を設置。はい、まあまあまあ、そうね。さあ始めるか。ヘルス1が出せなかったもんね。はい、密書。危ねえ。まあまあ、先アタックが若干表目に出たね。はい、じゃあここら辺で回復していきましょ配置につく後ろだ。う。このデッキの回復力なかなかすごいからね。はい、ファリサマシン、追加アタックか。はい。で、フロー達成させましょう。情報は熱々。で、フロー達成させて次、宇獣の精霊から怪人の舞を持ってきたいけど、いけるかな？オッケーオッケー。ネクサスに打点を使われないのはめちゃくちゃありがたい。はい。次、宇獣の精霊から動きます。いいね。はい、怪人の舞。なんか出されてもまあ、売っちゃおうか。アンホークでスタン。あ、じゃあ、1枚壁減らせる？減らせた。悪くないですね。で、次は、カイコの舞台回しで。舞台は整った。ナイス3分の2当たりました。陣のレベルアップが12分の8。美しい。はい、ハイノート。そうだろオープンアタックされそうじゃない？もうアグロに対してこんだけ耐えたらもうこのデッキじゃなくても勝ちじゃない？そんな疑念を抱きつつ私は戦っています。これカイコの舞台回し出したらこのターンすげえ持ちこたえるな。陣が何席だ。どうせそうなのからか。はい。どうせスタンでブロックはできずに、まあこうなるので、一旦再生の風でいいでしょうか。はい。じゃあ次から、同連のソーダッシュですよね。歌声まで行っちゃっていいや。並べたかな？まあいいや、どうせ次、歌声もう一回打つから、相手のヘルスを2以下にしておきたい。マナソードのガクト。回復すんだよな、こっちは。まんな。じゃあ、ソーダッシュ出して、レンメンタルスペル、再生の風と怪人の歌声ですね。これめっちゃ紛らわしい。波の量が多い方。水量多い方。を持っていきます。はい、キリアン。じゃあ歌声で、一層ですね。ボタンのランダムの敵4体に2ダメージですね。で、さらにラウンド限定のゼロコストの再生の風を使って多分戦慄引けんじゃないかな。戦慄引きつつ、そうね。互いから学ぶのだ。アグロ相手にこの感じすごいね。でまあ、ここからローデンのソーダッシュまた引ければ上振れるんですけど、まあ引けてないので、ここら辺出してお茶濁しますか。はい、ごちゃごちゃおもちゃ箱。みんなすごいな。打つ必要ないけど打つわ。じゃあ、怪人の戦慄でネクサスと敵すべてに4ダメージですね。
で、あとはまあ並べて殴って勝ちですね。対戦ありがとうございました。あ、ダイヤ上がった。ありがとうございます。泣かないでって言われた。セラフィン・シャドウアイズわかんないな。わかんないけど、まあ。ランドマーク破壊は持っといていいか。アグロの可能性ある。一旦1枚返すか。はい。まあ、どうにかして。まあ、ここら辺で、プロを達成しつつスペルサーチしてっていう動きですかね。お、いけそう。わかんねえよ。とりあえずランドマーク破壊にしとくか。酒場、セラフィーンってことは酒場を最大限警戒していいと思うんで。ヤヌマゲドンかな。シンポリは最高の日和だ。出てこないか、クソ。リバーして通るかなって思ったんだけどね。ダメでしたね。水は流れ変わりゆく。一回サーチさせてくんない。財務担当員と相打ちでいい。よしよしよし。許されそう。いい復讐あるな。ジャックにワンチャン復讐打たれる。でも次相手の先手番だから。お、助かる。命の収穫とかないんですか？乱の弟子から事前の備え怪人の舞してもいい。相手の次の盤面次第では。土の一振りにそうすれば3個数十出せる。復讐構えたっぽいな。役警戒したんかな。はい、霊気測定士。まあちょうど相手の盤面2体いて1体取れるから、事前の備え。あ？相手の風でよくない？刃先を研いで。で、フロー達成したので、次、優柔の精霊と、まあ、デッキハンター脱出かどうかですね。とりあえず再生の風もあるんで、どっかのタイミングでローレンのソーダッシュも打って、いいか。はい。武芸は自然を模倣する。歌声弾いたわ。これ歌声使ったらローレンのソーダッシュから歌声持ってこれんな。歌声と再生の風？ああ、それか。ダメです。アップドラフトデッキか。これは相手の動き的には難しい。結構痛い感じですかね。421ってなるべきだったな。ちょっとミスったか。もう関係ねえわ。一番左端4で十分か。やべ、最速ローレンできねえ。どうも。じゃあマスター E 出そうか。伝え残すことこそ我が名誉。で、デッキハンターも出してオープンアタックでいいかな。デッキハンター出さなくてよくない？デッキハンター出さなくてよくないか？出さなくていいのか。はい、命の収穫。やっぱあったか。教えは死なぬ。うん、一旦オープンアタックして、稲底の精度アップダスデッキってなんだ？あれ？俺のデッキかわされますもしかして。ポケットピッカー、一旦殴る。はい、最下層の周期。こっから何してくんだろう。展開してほしいんですけどね。俺の
思ってるデッキタイプとは違う可能性がある。私マリアンねはジャンナ様に仕える。一旦ポケットピッカーとデッキハンターを出して小型を並べておきましょう。9でしょ。9、7、9ちょうどかジ。ャンナ様、しもべはここです。つかもう。で、怪人の戦慄が埋まって、まあ、再生の風打っておきましょう。戦慄引いた。マジじゃあローレンのソーダ臭で、こっちも悪さしていきましょう。相手回復あるかな。いいかしはい、セラフィン。降ってこないかな。じゃあ怪人から、再生の風と、怪人の歌声を持ってきます。意識を広げ先こっちだったくない？さあ、明日を今日じゃあにしてやろう。全体4点で。やってくことひどいな、これ。で、怪人の歌声で埋めてから再生の風ですね。俺、それ、ローレンのソーダ臭で何持ってきたか想像つくと思うけど、2点出しちゃっていいのかい？じゃあ、怪人の戦慄歌声で。アタックトークン絶対使わせない。じゃあ再生の風ね、これラウンド限定なんで使っちゃいましょう。回復無駄ですけど。怪人の舞と怪人の戦慄ですね。一旦オープンアタックでいい？破滅ある。まあいいね。まあこのターンで D サダは無理か。ここ多分止められるでしょう。ここは入っても4点あるけど、復讐、はい、3点取れますね。あと怪人の戦術に1回打ったら勝ちっすね。一旦ランドマーク消すか。何されるんだろう。はい、財務担当員シンポニは最高の日和だ。アコ。はい、ピアシングダークネスで回復。はい。じゃあ怪人の舞2枚来たのか。1枚埋めておきましょう。デッキハンター。ここら辺出すしかないな、もう。終わりの静寂。やることなくなってない？デッキハンター出します。弱っ。イエティの子。はい。記録感。この番号、間違いないわ。ジャック。ドイツを殺せば入れんだ。復讐かな？違う。スイート答えが生成したカードか。フラッシュ通るんよな。ポケットピッカー。もっとだ。1点回復しといて。ね、サイカーソン周期見えてるんでね。フラッシュ通るもんな。バージシリスク悪くないけど、
エレメンタルスピード生成したくない。手がかり発見。どうせ回復できるんで、じゃあ先に怪人の戦術打って。血まみれになるまで殴り続けろ。これジャックのレベルアップカウントかなんか数えてなかったけどちょうどよかったっぽい。破滅を最大限警戒したいので、とりあえず並べるよりかはオープンアタックかな。血を見せてやろう。なんかすごいコントロール気味のデッキだと思うんで、あると思うんですよね、破滅。はい、通る。相手にかけたやつはいねえだろうな。じゃあ同連の総出しで勝ちか。もう破滅、いや復讐系が切れたか。ショックブラストからのハイノート。いや、まあ、勝ちですかね。まあ、再生の風で探してもいいんだけど、まあ、同連の総出しから持ってこれるんで、同連の総出しから、怪人の戦慄と再生の風でも持ってきますか。で、勝ちですね。対戦ありがとうございました。